皆さんこんばんは。いつもアスカブを見ていただきありがとうございます。今日は2020年11月5日木曜日でした。今日の日経平均株価も上がっちゃいましたね。今日はアスカブは久々に師匠と会うことができまして、今の現状について話をしたんですね。そしたらですね、もう即答で今すぐ損切りしろと言われちゃいましたね。ただアスカブもですね、株柱として独り立ちして、しっかり実績をつけてきたところなので、今回は自分の判断で損切りをすることはありませんでした。はい、それでは明日の日経平均株価について予想していきます。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、今日の目次はこんな感じです。もう今日は動画を撮るかどうかすごく悩んだんですけれども、ここまでせっかく毎日撮ってきましたし、コメントも最近たくさんいただいていますので、少しだけ頑張ってみます。まずは師匠の教え、そして今月の実績まとめ、主なニュース、株価データの確認、最後に明日の日経平均株価について予想していきます。はい、まずは師匠の教えなんですが、こういう時に本当に師匠の教えが響いてきましたね。で、師匠のことをご存じない方のために話をしますと、アスカブの師匠はですね、アスカブの会社の先輩なんですね。年齢はアスカブの方が、中途採用で入ったっていうこともあって、アスカブの方が上なんですけれども、投資も仕事もお世話になっている先輩のことです。で、先輩からはですね、先物と米国株には手を出すなとずっと言われてきました。その先輩の考えとしてはですね、先物は取引時間が長くて、正直全く休めないぞという話ですね。要は精神を病むからやめた方がいいよという話でしたね。そして、米国株ですね。こちらは夜中の取引になるんですけれども、これもですね、精神的に悪いと。大きく動いた時には眠れなくなるよということで、やめておけとずっと言われてたんですけれども、先物はなんとなくイメージはできたんですけども、米国株ってやっぱり儲かるイメージだったので、米国株だけは始めてみようかなという軽い気持ちで始めました。で、アスカブの師匠からはですね、米国株に手を出すんだったらもう出してもいいけれども、ニューヨークダウをもう買いのみで入れと。ニューヨークダウに連動する ETF のことですね。これを売りじゃなくて買いのみで入れと。これはですね、ニューヨークダウの動きなんですけれども、もう2009年ぐらいからですね、ずーっとニューヨークダウって右肩上がりに上がってきてるんですね。なので、もうどこで買っても利益が出るよというのがニューヨークダウだったみたいですね。最近コロナショックで一度落としてますが、それでもぐーっとまた盛り返してきてますもんね。このことからですね、買いのみで入れとずーっと言われてきたんですね。で、アスカブの師匠の教えとしてはですね、ニューヨークダウが1000ドル下げた時のみ投資しなさいよという教えがありました。これは1日で1000ドル下げるってことはなかなかないので、2日連続の下げでもいいので、1000ドル下げたら買っていきなさいという話がありました。で、その後上がっていっても、また1000ドルぐらいのボンと落ちる時があったらそこで買いなさいと。これがアスカブの先輩の教えだったんですね。米国株に手を出すなら、こう買いなさいよという教えですね。ただですね、アスカブは少しの下落で買い、もう締めでずっと買ってきたんですね。で、その結果ですね、最後には予算が尽きて損切り。で、その後今爆上げしてますよね。もう本当にね、こういう時に師匠の教えを振り返ると、もう何やってたんだと。押し目で今まで頑張ってちょこちょこ毎日押し目で下げるたびに買ってきて、ここに来て、なぜ、って感じですね。もう本当に振り返りたくないけど、今日は自分の戒めのために振り返ろうと思って振り返りました。はい、こちらは今週株という動画で今週1週間の日経平均株価の動きについて予想したものです。こんな週、アスカブ投資を始めて初めてですね。今週は今のところ1勝2敗ということで、火曜日はもう休場でしたけれども、実質負けてるようなもんですからね。もう1勝3敗という状況になってます。明日負ければ1勝4敗ですね。1勝4敗って本当に投資を始めて初めてですかね。初めてだと思います。明日がですね、もし毎転しなければ株柱としての最後の戦いになると考えています。明日のアスカブの動きについてはもう作戦を考えていますので、最後で話をしたいと思います。はい、こちらは今月の実績まとめですね。今日はマイナス14万4230円という結果になりました。今日はダブルインバースですでに負けが大きかったのに、個別株も軒並み下がりまして、もう個別株がこれだけ下げて日経平均が上がってるんですからね。もう、とどめを刺されたような感じですね。もう、呼吸も明日あと1回残すのみになりました。明日インバースを買うお金、これでもう予算がなくなります。正直ここまで追い込まれると思いませんでしたね、今月。株式投資、正直舐めてたんでしょうね。もうこんなに楽に儲かるんだなぁと
思ってきましたけれども、まあこういう時もあるから勝った時の喜びもあるんでしょうね。ただこのペースで負け続けるとですね、本当にコロナショック以降株を始めて1日14万円ずつ負けていくとですね、もう10日で140万負けますもんね。1ヶ月でもう3倍ですから500万ぐらい負けるようなイメージですか。ちょっと、もうちょっと信じられなくなりましたね。もうちょっとこれはまずい状況にはなってます。今までせっかく頑張って買ってきたのに、今月で一気に持ってかれるっていうのはちょっと悔しいですね。今週は明日最終日ですね。株柱としてしっかり戦って後輩に背中を見せていきたいと思います。どんな形であってもアスカブの背中を見せることができればいいなと思います。はい、こちらは11月の実績ですね。まさか11月の5日、こんなに早くマイナス14万2985円になるとは思いませんでしたね。もう何も言うことはないです。はい、ここからは主なニュース海外編です。大統領選ですね。不安と不信と分断。米大統領選に疑心暗鬼の有権者。でも投資家は楽観視で株価爆上げ。もうアス株の予想としてはですね、全部して株なんじゃないかと正直思っちゃってまして、機関投資家によるですね。で、これはもう決起術ですね。もうして株という決起術を今使われてます。で、個人投資家はですね、やっぱり夢から覚めないとこのままじゃ本当にやられちゃいますよ。なので、もうしっかり夢から覚めるようにアス株は一人でも戦っていきます。ただですね、今回鬼滅の刃の映画を見ていなければですね、もうアスカブいつものようにもうトレンドは上げですね、みたいな感じで上げていったと思うんですけれども、映画を見ちゃってもう株柱としてですね、煉獄さんの死を見てしまった以上は、やっぱりね、もう自分も死んでも戦っていかないといけないと思っちゃったんでしょうね。はい、こちらは株価データの確認ですね。8時前のデータですが、CME ダウ先物上限の鬼、サンデーダウ上限の鬼、CME SP500 先物上限の鬼、CME 日経先物上限の鬼ですね。もう上限の鬼が4つ出てますね。もうこんなに毎日上限ばっかり相手にしてたらですね、よくアス株生きてられるなと。まあ、インバースの下げの呼吸も明日で終わりなんですけどね。はい、明日の日経平均株価予想ですが、24,000円前後までは下がるというよりは下げるというふうにアス株は考えています。はい、それでは最後にアス株の明日の動きについて話をします。まず前場はもう今の状態だったら上がると思うんですね。なので前場ではですね、最後の呼吸を使ってインバ買いをします。これはもうストーリー通りいくと思います。で、最後5場ですね。もし5場で上がった場合、これはですね、もう大引けで全部損切りして綺麗すっきり来週を迎える予定です。ただですね、5場でもし下がった時、前場よりも5場が下がった時ですね。で、結局下がってもプラス圏であれば全部損切りします。これはおそらく大引けで全部損切りすると思います。ただ一番最後の希望ですね。5場で前場よりも下げて、さらに買転した場合ですね。これはもうガチホします。来週下げ予想としてガチホします。アス株は明日この3通りですね。前場はもう上がると思ってるので、この3通り、5場での3通りの動きを考えながら明日戦っていきたいと思います。株柱として最後の戦いになるかもしれませんので、皆さん最後までアス株の背中を見て、今後の投資人生に役立てていただければと思います。ただ株柱はもう引退かもしれませんが、アス株は続けていきたいなと思っております。はい、今日のアス株は以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。もし興味を持っていただけた方がいらっしゃいましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。明日はアス株鬼殺隊最終決戦になります。皆さん、終日全集中で株の呼吸を使っていきましょう。じゃあね、バイバーイ。